皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍が民間旅客機を撃墜したことについて解説していきます。前回の動画で一度解説を行いましたが、その時には日本の報道では民間旅客機がバードストライク、鳥の衝突によって墜落したという一報を流していました。しかしこれはロシア当局による発表を鵜呑みにしたもので、日本以外の国では続々と、いや、おかしいだろ、それという具合にして、ロシア当局の発表を否定する意見が出ていました。1日経って日本の報道もようやくこうした海外の報道に合わせて、ロシアの発表には問題があり、ロシア軍が誤って民間旅客機を撃墜したことについて可能性を指摘するようになりました。今回の動画では改めて分かった全体の構図について解説し、ロシアが今行っている隠蔽工作について解説していきます。まず最初に日本の報道、昨日とはかなり打って変わってロシア軍の誤射の可能性について指摘しているので記事を見ておきましょう。カザフの墜落旅客機、ロシア軍の防空ミサイル被弾と報道、無人機への電子妨害で管制と通信不通。カザフスタン西部アクタブでアゼルバイジャン航空の旅客機が墜落した事故で、ロイター通信はアゼルバイジャン当局の調査内容を知る関係者4人の話として、同機がロシア軍の防空ミサイルに被弾したことが原因だったと報じた。同機は25日、ロシア南部チェチェン共和国グローズヌイに向かっていたが、進路を変更し、アクタウ付近で緊急着陸を試みたとされる。アゼルバイジャン当局の予備調査によると、旅客機はグローズヌイ付近でロシア軍の防空システムパンツィーリの攻撃を受けた。また、無人機に対する電子妨害の影響で航空管制との通信が普通になっていたという。ロシアメディアによると、グローズニー付近では25日朝、ウクライナ軍による無人機攻撃があった。墜落した旅客機後部には多数の小さな穴が開いていたことから、軍事専門家は対空兵器による撃墜の可能性を指摘していた。アゼルバイジャンの関係者はロイター通信に対し、意図的にやったとは思わないが、ロシア側には撃墜を認めてほしいと述べた。アゼルバイジャンのメディアも政府関係者の話として、予備調査の結果、旅客機がパンツィールの攻撃を受けたことが判明したと報じた。ロシア航空当局は被弾した旅客機に対して、グローズヌイや東に約 140km のロシア南部マハチカラへの着陸を認めず、約 400km 離れたアクタウに向かうよう指示したという。タス通信によると、ペスコフロシア大統領報道官は、記者団に対して調査の最終結果が出る前に仮説を立てるのは間違っていると主張した。カザフスタン政府によると、旅客機の乗客乗員67人のうち38人が死亡、29人が病院に搬送された。前回の動画で指摘した機体が外側からの攻撃を受けて穴が大量に開いている。これはバードストライクではないという指摘については、やはり軍事専門家はその通りだという話をしています。そして場所としてもロシア軍以外にこういったことを行えるような軍隊は存在しないこともまた明らかです。事故というのは様々なヒューマンエラーと重なり合ってやむなく発生することもあります。しかし今回の一見ヒューマンエラーを通り越した悪意のある隠蔽工作が重なっているように思います。まず第一にロシア南部グローズニーへ向かった航空機が着陸を試した際にロシア軍の対空ミサイルが攻撃し、機体が損傷。ここまではまだ事故だったと言えるものでしょう。しかし、その後の対応には非常に悪意を感じます。まず第一に、ロシア南部にはその他にも空港があって、直近の空港である140キロ先の空港に対しては、緊急着陸が認められませんでした。機体が損傷して、緊急着陸を求める飛行機に対して400キロ離れ、そしてカスピ海を越えて他の国へと行けというこの指示は非常に悪意ある意図を感じてしまいます。それは機体の損傷している航空機がこのままカスピ海に落ちれば詳しい情報が闇に葬り去られる危険性というものがあるわけです。ロシア側はそれを狙っていたかもしれないと疑わせるものです。そして今回の攻撃されたという乗客の証言が得られたのはパイロットたちの懸命な操縦により乗員が生き残ったことです。さて、ここで一つ突っ込みを受けるポイントがあります。対空ミサイルの攻撃を受けたのに、それでなんで飛行機がその場で撃墜されなかったかについてです。ここが映画やゲーム、そして現実との違いとなります。私は解説の中で対空ミサイルが間近で爆発することにより、機体には穴がたくさん開くというような話をしました。
ここが現実の話で、ゲームや映画の中では対空ミサイルというのは航空機に直接ぶつかって一瞬にして粉々に全てが爆発し吹っ飛んでしまうものだというようなイメージがあります。ですから大量に散弾銃の攻撃を受けたような穴が開いている姿を見て、いやいや対空ミサイルを食らったらこんな損傷で済むはずがないというようなツッコミを入れる方がいました。これは何も一人ではなく X でのコメントではかなり類似したコメントが入っていました。しかしこれは映画やゲームと現実の区別がついていない話です。現代の対空ミサイルは映画のように一発当ててそれで全てが吹き飛ぶようなものではなく、飛散物をぶつけて飛行機としての機能を失わせるようなものです。対空ミサイルであればヘリや戦闘機といったものを主な対象としていて、もしくは巡航ミサイルのようなものも攻撃対象でしょう。それらは総じて言えば大きさとしては小さめなもので、完全にぶつかるというような衝突コースではなく、すぐ間近まで飛んでいって近接進管で爆発させて被害を与えれば十分墜落させることができるものです。しかし旅客機の場合であれば機体はどうしても大きいものですから、機体の前方なのかそれとも後方なのかによってもその被害の程度、損傷具合は異なります。今回の場合であれば対空ミサイルは旅客機の横かもしくは後ろ側で爆発したとみられ、そのために尾翼を中心として大量の穴が開いていました。しかしすぐに墜落しなかったとしても攻撃の損傷により方向舵や油圧コントロールに異常ができていて、満足に操縦がコントロールできなかったことからパイロットは緊急着陸を求めたし、そして実際に着陸を試みるも機体は引き裂かれ、そして多くの乗員乗客が亡くなりました。現在でもロシア当局はロシア軍自身がこの旅客機を撃墜したという話については一切その可能性を否定した状態でだんまりを決め込んでいます。しかもさらにこの話には続きがあって、乗員が生き残ったプラスアルファフライトレコーダーが回収されたのですが、そのフライトレコーダー、カザフスタン政府がロシアの航空当局に引き渡し分析をお願いしたという報道が出ています。なぜカザフスタンはアゼルバイジャンとの合同調査チームを組まずこれを解析しなかったのか。そこにはやはりロシア軍が事態の隠蔽を図ろうとしている意図を感じざるを得ません。そもそもカザフスタンとしては今回の一件には全く関わりがありません。ところが調査をしっかりとすればこれがバードストライクではないといったことはすぐに判明することでしょう。しかしそうした発表をすればロシアの顔に泥を塗る行為であり、ロシア側からかなり恨まれる可能性があります。ですからカザフスタンとしては自分を巻き込まないでくれという意図があるでしょう。だからこそロシア当局へフライトレコーダーを出し、今回の墜落の真相について自らは関わりたくないという姿勢を示したのだと思われます。ですからアゼルバイジャン政府側としてはこれがロシア軍による撃墜であるといったことを積極的に話が出てきていますが、ロシア側はだんまりを決め込んで現段階では何も言うなみたいな話をしているわけです。ロシアとアゼルバイジャンは本来であれば友好国です。事故が事故として発生したのであればそれはもう真摯な態度で謝罪すればまだ友好関係にはひびが入らないのですが、現在のロシアの態度は明らかに自分たちが行った旅客機撃墜について隠蔽を図ろうとしている意図が非常に強く出ています。アゼルバイジャン政府の関係者がこれはロシア軍の対空兵器パンツェレの間違った撃墜であるという話をしているのも何もロシア側に無理難題を突きつけるためではなく素直に謝ってほしいというメッセージだと思います。一方においてロシア側は謝ったら負けみたいな考え方があるのか、現在のような隠蔽に走ろうとする行為が続く限りアゼルバイジャンとの友好関係にひびが入ることでしょう。今回の墜落事故、乗員が生き残っています。対空兵器による攻撃を受け損傷した機体をカスピ海を越えてなんとかカザフスタンに着陸させたアゼルバイジャン航空の機長は空軍の出身者だったそうです。彼ら機長副機長の懸命な操縦がなければ乗員が生き残ることもなく、またロシア軍の撃墜といった真相についてもヒントが残されなかったかもしれません。乗員乗客亡くなった方々にお悔やみを申し上げます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。アゼルバイジャン発ロシア行きの航空機ロシア軍による撃墜されたという可能性が私はほぼ確定したと思っています。しかしロシア当局はこれを今のところ隠蔽工
工作で何とかしようとしており、アゼルバイジャン側に謝罪の意図は見せていません。自分たちの間違いを速やかに認めてほしいものです。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして YouTube だけではなく X でもニュースについての一言を発信しているので、そちらの方もこの機会に登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。